はいどうも、マシマです。今回はこちらのゲーム、漫画一本道をやっていこうと思います。こちらのゲームですね、どうやら漫画家の人生を追体験できるゲームのようです。漫画家シミュレーションゲームみたいな感じですかね。はい。私リアルでもね、20年以上漫画家やっておりますので、ゲームの中でも、失礼しました。ゲームの中では、立派な漫画家になれるように頑張っていきたいなと思います。これ漫画一本道、締めって読むのかな、締め切りって読むのかなどっちにしろ、漫画家に対して強いプレッシャーを与えてくるタイトルですね。それじゃあやっていきましょう。はい、じゃあスタートします。まずは漫画家を作るところからですね、主人公を決めるところなんですけど、こちらですね。実はね、名前決めております。はい、こちら、川森ジージョです。怒られるかな。まあこの名前にしたら絶対売れるでしょう。間違いないということで、これからね、川森ジージョくんを一人前の漫画家にすべくやっていこうと思います。じゃあ始めていきましょう。ストーリー漫画家への道、こっちかな。やろう。はい、始まりました。落合川羊、こんにちは。羊いんのどういうこと？私は漫画講師一筋45年の落合川羊です。これから5年間で多くの読者を魅了する素敵な漫画家になれるようにサポートいたします。本日よりどうぞよろしくお願いします。よろしくね。でもなんで羊いんの？ボンボンなん。これから立派な漫画家を目指して頑張るぞ。まずは新しい漫画を描きましょう。メニューから創作を選んでくださいね。なんで羊いんのこいつ。まあ住んでるところはさ、なんか新人漫画家っぽい雰囲気はあるんだけどさ、ちょっと待って、何もしないで寝たけど、創作って何？どこにあんの？創作。これか、漫画を描く。早速漫画を描きましょう。まずは漫画のテーマと舞台が重要です。はい。何度も描いていろんな組み合わせを試していきましょう。さて今回はどんな漫画にしましょうか。ボクシングでしょう。ねえ。ない。なるほど。これ増えていくのかな。まずはじゃあバトル漫画だね。テーマ格闘。もうバッチリじゃん。ねえ、バトル漫画で格闘で、格闘だよね。舞台。さすがに、でもスタジアムがある。これでいいんじゃない？もう完全ボクシング漫画じゃん、これで。使う知識。どういうこと？知識使うってどういうこと？何？頭悪くなっていくんこれ。自分の頭の良さを使っていくのこれ。ちょっと待って。いいのかなこれ5で。とりあえず5にしとこう。最初5だったからね。はい、これでじゃあ決定。作業開始。何？執筆が始まって漫画ポイントが漫画ポイントが出ました。何漫画ポイントって。数値の高い良い作品を目指しましょう。何漫画ポイントって。ポイントの詳細は次の通りです。画力、漫画の絵のうまさ、キャラクター、登場キャラの魅力、ストーリー、お話の面白さ、個性、他にない良さ。なるほど。全部大事だよね。素敵な漫画を描けるように頑張るぞ。頑張ってくれ。なんか出た。2って数字か。1。下のやつね。下のやつが書いてる原稿なのかな。今どんな数値、これがランダムで、はいはい。初挑戦のテーマ格闘。これは中高男子層向けですね。経験値3を手に入れました。キラーン。これだ。ネーム作業、ヒロイン登場。なるほど。ネームだからまだ画力上がってってないのか。初挑戦の舞台、スタジアム。これは中高男子層向けですね。なるほど。新キャラ登場。こいつさ、寝てさ、起きてすぐ漫画描いてさ、で寝るだけの毎日でしょ。すげえじゃん。いや、そりゃね、大作家になるよ、将来。ちょっと待って、なんだ。イベント。なかなかいい組み合わせだ。調子も乗ってきた。てか、誰よ、こいつら。真ん中のやつでこれ羊だよね。左右のやつ誰よ。こいつ何？新人のうちからアシスタント雇ってんの？なかなかですね。
これ右のやつ、G 諸君じゃないもんね。服のとか違うし。左の女まず誰よ。何女連れ込んでんだよ、こいつ。角蔵じゃないんだよ。はい、また一日が過ぎて寝て起きて、ペン入れ。あ、画力どんどん上がってきてる。全然個性が足りないな、これ。まだ新人だからね。難しい。お、漫画完成しました。はい。漫画完成しました。早いな。めっちゃ書くの早いんだけど、こいつ。自信はないけど勇気を出して出版社に持っていこう。作品名変更。あ、作品名変えられるんだ。変えます。はい。初めての一報。これね、どんな漫画かと言いますとですね、出版社に勤めているライターが主人公なんですけど、初めての一報をね、ニュースを掴んで、ニュースというか、スクープを掴んで、一報を編集部にするっていうのをバトルにした漫画です。どれだけ素早く綺麗にかっこよく一報できるか。ね、個性的なライバルとかもいっぱい登場します。なんだそれ。さて、もうできたからこれどうすんだろう。次へ。ついに漫画が完成しました。ストック持ち込み、賞に応募。これは持ち込みでしょう。ストックはないね。せっかく書いたんだし。賞に応募でもいいんだけど、まあ持ち込んだ方がね、絶対早いと思いますんで、デビューまでね、持ち込みます。はい。白戦車。新人の登竜門とも言える雑誌。センスが一番の売りとなる。なるほど。岩手商店。小学生を中心に根強い人気を誇る。小学館。これ大丈夫？これ大丈夫ですか？怒られないですか？コミックサタデー。小中学生から人気が高く、テレビアニメも多く放送される。うん。あれ？講談社的なやつないじゃん。講談社的なやつか、集英社的なやつあったらそっち行こうと思ったんだけど。ないね。どうしよう。小学館。これ関係ないからね、実際の多分っていうか絶対関係ないからね、実際の会社とは。ちょっとイントネーション変えようか。小学館にしよう。小学館行きます。小学館。森川先生の実力ではまだこの出版社は難しいかもしれないです。おい、羊。他の出版社を選びましょう。羊辛辣だな。ダメ？最初はまあこういう小さいところから、まあ小さいって失礼だけど、まあ関係ないからね、実際の会社とは。じゃあ白戦車行きましょう。はい。白戦車に持ち込みに来ました。どうなる？これ編集の人かな？白戦車に持ち込みに来ました。原稿見てください。こんにちは、漫画の持ち込みだね。どれ？なるほど。むむむむ。はい。これはいい原稿ですね。やった。これなら新人賞でもいい勝負になるでしょう。次の新人賞に回しますね。ある。よくありますね、こういうことはね。素晴らしい内容でした。ありがとうございます。ただ、この四角って何？罰とかじゃなくて四角な。素晴らしい内容でした。経験値でに入れましたよ。新しい漫画のテーマを発見。どのテーマを手に入れましょう？一つ選んでください。一個だけ？どうしようかな。まあ、ライバルでしょう。ライバルを手に入れました。何やら経験値が手に入りましたね。修行に役立ちそうです。修行。成長のためにも早速修行してみましょう。はい、修行します。どうやってやるの？修行。メニューかな？あれ？修行なんかないじゃん。修行って何？修行って。こんにちは、白戦車のものです。この度はコミックを宝に投稿ありがとうございます。今回の選考では森川先生の作品が、どうなったんだ。なんと、新人大賞を受賞しました。この後表彰式が行われます。やった。うわ、懐かしいな、こういうの。受賞式。やったね。おめでとう。ありがとうございます。頑張ります、これから。150万円。大きいですね。これはね、生活費に消えてきますね。うわー、やったー。これでもさ、全部の会社の新人賞集めんの？新人賞別に1回取ったらよくない？ね。トロフィーをストックしました。はい。経験値手に入れました。はい。ちょっと待って、修行どうすんの？修行。
これからは読み切りの依頼などで伺いますよ。どんどん漫画を書いてストックしてくださいね。あ、なるほど。これでストックしとくのか。あと、漫画家人生も始まりますし、部屋の引っ越しも検討ください。ちょっと気が早いけどな。そうですね、ちょっと手狭ですね。知り合いの業者に素敵な部屋を探してもらいました。お金を貯めて引っ越しましょう。引っ越し先を紹介してもらいました。買い物、アパート引っ越しを新しく発見しました。新しい漫画のテーマを発見。あ、さっきこれライバル取ったやつ。今度高校生でしょ。高校生。手に入れました。白戦車関係が深まった。ちょっと待って、修行どうすんの？修行させてくれ。修行させてくれ。違うな。なんかおっしゃった。間違えちゃった。ちょっと待って、修行どうすんの？修行。修行させてくれ。修行ってどれだ？これ漫画を描く。ちょっと待って。なんか来た。誰か来ちゃったよ。何漫画家評価委員？そんなんあんの？この度、川森じいじょさんが、なんと漫画家ランクアップが受理されましたので報告に来ました。厳しい条件を乗り越えてよく頑張りました。おめでとうございます。ランクアップ。漫画家ランクが上がり新人漫画家になりました。今まで何だったんだ外出先ファミレス修行ストーリーの勉強を発見し修行させてくれ修行させてくれどこで修行すんだ。ついに漫画家として認められましたね。ランクが上がるとさらなるテーマや舞台を発見できるようになるみたいです。へー。さらに他にも修行や買い物が増えるとの情報もありますので高いランクを目指したいところですね。今後はコミックスを発売していくとランクアップできるかもしれませんよ。連載を長く続けていきましょう。まだ連載持ってないけど。ちょっと待って。所持知識の最大量。知識は増えてんだけど、なんか回復してるな。なんか知識不足って出てんだけど、メニュー。修行ってどれよ、修行って。取材にお出かけですね。どんなものが手に入るか楽しみですね。時間に応じて体力が減っていくのでお気をつけください。はい。それでは行ってらっしゃいませ。何出かける、アルバイトに行く、ファミレス100、ファミレス120万、120万かかるってこと？しかも10時間もかかんの？いや、おかしいでしょ。ファミレス10時間もいたら帰れって言われるよ。まあ、120万使ったら帰れって言われねえか。美術館で50万、図書館で30万。どうやらね、若いうちから金銭感覚がちょっとおかしいようですね。でもなんとなく美術館、図書館の騒ぎだね。図書館行こうか。図書館。はい、古い本読んだ知識プラス5。知識がどんどん増えていく。はーい。知識増えてってる。やった。知識どんどん増えてる。了解。ちょっと待って、修行させてくれ。修行どれなんよ。修行させて。修行、行動、これか。あった。修行します。修行します。修行に挑戦ですね。作業量が多い漫画を描くには修行が何より必要になります。経験値があればどんどん実施してくださいね。なるほど。さっき何褒められたっけ？ストーリー良かった気がするね。個性上げたい。個性上げられないんだ、まだ。どうしよう。じゃあまずは、この辺。作業スピード向上を目指します。ボリュームのある漫画を早く描けるようになりそうですね。はい、経験値全部使ってね、ちょっと能力上げたんですけど、やっぱり個性がね、足りない。なんとかして増やしたいんだけど、買い物。これ違うな。買い物で、漫画家の必需品のお買い物ですね。執筆する漫画の出来を左右すると言われますので、積極的に買ってみましょう。はい。うわ。買い物ってこういうこと。テーマの発見で500万もかかんの？舞台の発見。引っ越しで300万かかるんか。でもこれした方がいいのかな。やっとこうか。引っ越します。毎度こんにちは。森の引っ越しセンターのものです。くまやん。この度は数ある引っ越し会社から我が社を選定していただきありがとうございました。それでは作業を始めたいと思います。しばらくお待ちください。
初めて家具に傷をつけずに引っ越せました。ほんとよかったです。こいつ。それでは本日はありがとうございました。報酬は例の口座に頼むよ。なんか思わせぶりなこと言いますね。部屋も広くなり、機材が置けるようになりました。青いマス目を選択してみてくださいね。なんだこれ。これか。こちらは機材ですね。漫画を描くのにとっても役に立つ能力を持っています。置ける場所があればできるだけ多く設置してみると良いようですよ。機材。黒電話。黒電話、でも魅力めっちゃ上がるじゃん。トロフィーも、すげえ。黒電話、とりあえずじゃあトロフィー置こう。これ何バフみたいな感じなの？すごい。毎日ね、トロフィー眺めるんよ。なんか担当来たね。川森先生の書いた作品を読みたいと編集場でにファンレターが殺到してしまい、急遽森川じゃねえや。はい、違いますよ。急遽川森先生に読み切り作品を書いていただきたいのです。こちらの勝手な都合ですが、締め切りが早くて6日後ですがいかがでしょうか。やる、そんなん。新人のうちは何でもやらなきゃ。やります。結果が良ければすぐにでも連載のお話に伺いたいと思います。やった。それでは失礼します。依頼を受けたもののストック作品がないです。せっかくのチャンスですから今すぐ執筆しましょう。締め切りに注意して素敵な漫画を描いてくださいね。間に合うかな。こんなことやってる場合じゃない。黒電話置いて魅力上げて、はい、こう青いところ、布団置いて体力上げてすぐ漫画描かなきゃ。設置した漫画を描く。おーし、2作目描くぞ。はい、金田一少年の掃除当番。新作バトル漫画です。これはね、金田一少年という少年が、学校の教室で掃除当番をしながらバトルを繰り広げるというお掃除バトルを繰り広げるという漫画です。特に物騒な事件は起こりません。お掃除バトル漫画です。今回ね、使う知識ちょっと10にしてみたんだけど、なんか4日で終わるっぽいんでやってみましょう。締め切りね、6日しかないんでね。いきます。よし、頑張れ。4日ぐらいで終わりそうだって。すごいね。はい。あんまり自信がないなって言ってるけど、結構数値すごいんじゃない？なんか全部新記録って出てるけど。金田一少年の掃除当番。はい。これは、ストックしとくと、読み切りのあれになるのか。じゃあストックします。はい。経験値手に入れた。この間にこの経験値を使って、はい、完成原稿をストックしました。出版社から依頼があったらストックを渡しましょう。あと2日なんやね、締め切りまで。メニュー、情報、作品詳細でストック先が確認できます。これからは常に何作かストックしておきたいところですね。そうなん？じゃあ漫画描こうか。もう早速、ちょっと待って。取材しよう。金使うな。ファミレス行ったら全財産なくなるんだけど。これじゃ無料で行けるアルバイト動くか。お金が3万。でもめっちゃ儲かってる。1万円。少ないな。なんか無駄に体力減っただけな気がするな。知識が不足してる。でも頭悪くなってる。知識なんとかしないと。どうしよう。美術館行こうか。美術館。名画に心が癒された。知識が復活。つかもなんか締め切りが。これ勝手に取りに来てくれんのかな。締め切りがもうすぐだけど。アシスタント候補だ。何まだ連載持ってないよ。中野坂太郎。月給40万。電動アシスト自転車ならこげます。何言ってんのこの人。っていうかさ、月給40万ってなかなかのクラスな気がするけど。これね、プロの現場でもね、40万もらってるって言ったら相当なクラスだと思うんだけどさ、新人のうちからこいつに40万なんか払うの嫌だぜ。この部屋は狭く雇えそうにないですね。そうかな。一人ぐらい雇えそうだけどね。いや、そもそもね、ちょっとね、給料が割に合わないわ。いつか大きい家に引っ越しできればまた出会えるでしょう。
大物漫画家になって早く引っ越しできるといいですね。確かに。っていうかさ、原稿渡すのどうすりゃいいのこれ。俺もう、原稿渡したことになってんのかなどうなってんだろう。あった。原稿渡す。今すぐ依頼された原稿渡しますか。はい。締め切り15時間前。こんにちは、白戦車のものです。どの作品、金田一少年の掃除当番を渡します。はい、確かにいただきました。早速編集部に持ち帰ります。ありがとうございました。いや、お疲れ様。さあ、次の作品早く書きてんだけど、なんか知識が不足してんだよ。頭悪いって言われてんだよね。どうにかしねえと。注目ってなんだ？漫画家が機材に注目すると新たな発見があると言われます。発見メーターが溜まると知識が増えたり機材レベルが上がったりしますよ。たまに注目してあげましょう。はい、むにゃむにゃ注目してる。こいつ起きてからずっと黒電話見てんな。夜まで。何か知識もらった。次こっち注目しよう。注目。漫画家の資産ランキングが発表されたようです。そんなの発表される世界観な。嫌だな。有名漫画家たちがどれほどの資産を持ってるか丸分かりですね。なかなか嫌なランキングだな。いつかは上位に組み込めるといいですね。まあね。資産ランキングの更新がありました。はい。今トロフィー注目してます。なんか発見するか。っていうかさ、これ今修行に当てた方がいいのかなこの時間は。注目やめたいんだけど。どうしたらいいんだろう。注目やめたい。注目解除。修行しよう。修行。経験値手に入れたんでね。修行します。ちょっとここカットします。はい、こんな感じでね、いつの間にか2桁台乗ってきてるんだけど、相変わらず個性だけがないのよね。まだ見よう見まねで書いてんだろうね。はい。さて今ね、ずーっと掲載会議してんだけど、来た。以前は読み切り原稿を書いていただきお世話になりました。無事今週号に掲載できて人気も上々ですよ。うわー、嬉しいね、これ。また頼むことがあると思いますのでよろしくお願いします。あとこれが原稿料です。200万円。でかい。あざっす。いただきます。まあまあ面白かったです。でも三角ばっかしや。画力とか足りないって言われてる。四角と三角どっちが悪いかわからん。あと。固有ファン層。新しい漫画のプランを発見。プランって何？プラン手に入れたけど。経験値も手に入れたと。ちょっと今のうちに。ついに読み切りが掲載されました。反響も楽しみですね。この羊は何者なんだ？これを一歩として連載を目指していきましょう。はい。関係深まった。次は連載お願いしますって言ってたね。修行しようか。空いてる時間を使ってね、取材か。せっかくお金貯まったしね。このファミレス120万行ってみる？何使うの120万も。ファミレスだよ。高級レストランでもなかなか120万は使えないと思うんだけどね。ちょっと行ってみようか、120万。ちょっと今真夜中だけど。めっちゃ知識上がる。金使うだけあるな。もしかしてだけどさ、これ、知識回復なのか。なるほど、そういうことか。なるほど。なんか、自分のためになるわけではないのか。じゃあ修行とかいっぱいした方がいいのか。で、修行をするには経験値とか必要で、取材じゃなくて、修行をするには経験値が必要。でも経験値がない。さあどうする？なんか注目でもしてるか？それとも新しい漫画描いた方がいいのかな？そろそろ漫画描くか。漫画描こう。よし、描くぞ。3作目。はい、今回はこちら。学校の稲漬けです。相変わらずバトル漫画。今回はね、家族バトル漫画です。
こう、言い名付け同士が学校でバトルを繰り広げる。そんな感じのね、漫画になると思います。今回もね、知識15使ってみようかな、奮発して。と思っております。さあ、これきっといい漫画になるでしょう。行くぞ頑張れ。いや、もう寝て起きてね、ずっと漫画描いてね、すごいよ、こいつ。はい、初挑戦のテーマ、家族。これは主婦層向け。わあ、そうなのか。これは失敗したか、これ。主婦層狙ってないんよ、今。今ね、小中学生狙ってんのよ。やっちまったかな、これ。まあでも主婦層もね、少年漫画読むからね、結構。うん。僕の読者とかでも結構多いですよ。思いついた。ネームつか、キャラクターめっちゃ上がってんだけど。やばくね、5種いってるよ。すごい。相当こいつなんか一回さ、本乗ってて自信つけたんだろうね。やっぱ一回乗ると違うからね。お、なんか来たぞ。はいはいはい。いつもお世話になっております。コミック大宝編集部のものです。社内会議の結果、先生に新たな連載を任せようということになりました。マジか。ぜひ一緒にコミック大宝を盛り上げていきましょう。もちろん引き受けてくださいますよね。はあ、連載漫画7日。これ週刊ってことか。うわー、これは引き受けるでしょうね。えいやー、川森次女連載始まります。というわけで今回はこの辺にしておきましょう。まあ続きやるかわからんけどね。なんか評判良かったら続きやろうかなと思っております。はい、ありがとうございました。また会いましょう。いよいよね、次回やるかわからんけど次回川森次女連載編です。お楽しみに。